新年明けましておめでとうございます。わびチャンネルナビゲーター森前です。昨年も多くのわびチャンネルご覧いただきありがとうございました。今年も皆さんに盆栽、水石を中心にその中にあるいろいろな出来事、大きなイベントの内容、できるだけお伝えしたいと思います。新年の初め、盆栽の空気が一番輝く季節と言われます。この時に飾る盆栽、新春の盆栽飾り、そしてそれの主人公といえる松とは何なのか、こんなお話を年の初めにさせていただきます。お楽しみください。年の初め、盆栽の飾りはやはり松で始まりたいものです。今回の内久亭の応接床の間は五葉松の熱七里。貴重盆栽の登録樹となっているこの木は、一つの根から幾本もの幹が生い立ち、揺れ立ち、それが一つの大きな森を描いています。日本には大屋島という言葉があります。日本列島そのままを歌う言葉であると同時に、皇居そのままの森の姿をも歌い上げます。日の本の姿をそのまま盆栽に、そしてそこにかけられる掛け軸は、海原の金雲から昇る日輪の姿、初日の出の姿が海の向こうに上がる、まさに日本の日いずるところの国を描いた掛物です。右側の磯型の石は伊予の残照石、名品原田法雲の水盤で合わせたこの石が、まさに日本列島を取り巻く海の近景、そこに浮かぶ日輪と日の本の豊かな緑の世界を描き上げています。今年も一年、緑豊かに平和で自然の美しい国でありますようにという願いを込めた飾りです。一つの世界をご覧に入れましたが、盆栽を主人公にして、その周りに生きる道具、掛け軸や置物、水石、これによって描き出そうとする心、これは少しずつ変わっていきます。道具立てというものはとても難しいもので、数があるものではありませんが、少しずつ違う世界をご覧に入れましょう。大屋島の五葉松に対して、日輪から変えられた霞む富士の図。これも日本の新年を代表する霊峰、仰ぐ神々しい富士の姿です。よく見れば、その裾野の霞のところに鶴が飛んでいます。めでたきことほぎの象徴としての鶴。富士に鶴という日本の江戸時代からの題材が、名筆中島来生によって描かれています。先ほどの日輪と違って、仰ぐ富士に松の盆栽となった時に、右側のとこには金彩、極彩色鮮やかな蘭陵王のまさに雅楽の舞が木彫で飾られています。精神的な象徴として、今年一年が強く生き抜くようにという願いが込められる景色というよりも、心の中の願いを描いた石となりました。もう一つの道具立てをご覧に入れましょう。大屋島の松の上に浮かぶ日輪の姿。一番初めの海原の昇る朝日。またこれとは違うものがあります。
近代日本画の頂点、横山大観先生が描かれたこの日輪は、淡く金色に包まれた中に昇る静かな日輪。見方を変えれば、日本の国旗を思わせる精神性があります。右手にはその年の寿を祝う翁の舞姿、横山大観が求めた日の本そのものといえる日輪の姿、松を背景にそこに舞う翁、これも一つの松の新年飾りです。脇床に置く木彫やもちろん水石、そしていろいろな置物、正月ならではのさまざまな景色を助けるものがあります。いくつかご覧に入れましょう。金工が作った生込銅の着色の双角、つまりつがいの夫婦の鶴の姿。足元を見れば亀が一匹、鶴は千年、亀は万年。長寿の寿を新年に祝う脇飾りです。脇に鯛を抱え、海原を岩の上から眺める姿、恵比寿像として作られたこの木彫は、四方を海に囲まれたこの日の本日本が、恵比寿天によって海の幸を守られる。今年もそのような年であるようにという願いを込めて、海原の景のめでたき時に使われます。頑丈にすっくと佇む鷹の姿、木彫で作られたこの作品は、日本の寿のなぞらえ、一富士二鷹三なすびというその言葉の中に生きるもので、新年を飾る武家飾りには小白盆栽と同じように大切に扱われてきたものです。銅器で生込の技で作られた、そこに着色を施した白蛇の姿、尾の周りには宝珠を守ることが見とれます。財産の守り神、弁財天の眷属として商い、健康、さまざまなものを守るといって、白蛇はとても大切にされています。白蛇を祀る神社も多く、今年は十二支の蛇の年、巳の年です。このような白蛇に各家、各人が守られることを祈って、その12年に一度飾るためのとても贅沢な道具です。大きな床土までの松を中心にした新春の飾り、日輪や翁、水石、いろいろな道具で景色が変わるのもお楽しみいただけましたでしょうか。ただ、こんな立派な床の間、こんな大きな木、それに合わせるもの、私には不釣り合い、違うな。ただ、盆栽や水石の飾りは大きさではありません。小さい中にも大きな景色や心を浮かべ上がらせる、それも大切な飾りの要素です。皆さんが両手で持てるような盆栽の飾りの少し新春を感じるものをご覧いただきましょう。五葉松の古木の双冠、
もともとは三冠だったものが斜里冠になり、双冠の相追いして生きる姿、つまり高砂のような姿を描く五葉松です。掛物は真っ白に書いてあるように見えますが、よく見れば静かなちらちらと淡雪が降っています。新春を思わせる一羽の単調がそこに佇んでいます。派手なものや豪華ではなく、静かな春が来た、これを思わせる一席です。もう一つ、新春に欠かせない盆栽、梅の飾りをご覧いただきましょう。ちらちらと降る雪、その前に梢のつぼみを少しずつ膨らませる梅、その脇には一羽のウグイスが春待ちの姿でひっそりと佇んでいます。まだ来ぬ春を待ち遠しく思う年の始まりのわびさびを感じる一席でもあります。いくつかの飾りを皆さんにご覧いただきました。一つの松の盆栽、それを掛物や置物を変えることで描こうとする新春の思いが変わっていきます。さて一つ皆さんにここで、なぜ日本人は松というものに対する思いが強いのか、少しそんな話をしてみたいと思います。新年になると日本はささやかな家庭でも立派な会社や屋敷でも門松というものを飾ります。つまり家の入り口に竹や花であしらった松の枝が飾られます。一番簡単なものは若松の枝を切ってそれを柱に縛り付ける。そのようなことは遠く何百年も前から行われています。これは日本には古い自然信仰の神道という時代からの松に対する思いが込められています。松という日本語の言葉、これは今年も良きその年の神々が、年神という神が家に来る、これを迎える印でもあります。松はご存知のように根を切って枝だけにしてもその緑の葉が長く美しくいます。我が家はこのように冬の寒い時でも栄えています。これを歌うのが松なんです。神々が折り来るのをお待ちします。この松という言葉が語源と歌われています。能の舞台の後ろに鏡松という松も描かれています。これはもともと能を舞う前に本物の松の大きな鉢植えを2つ飾って神々に捧げるために能が行われたことから始まり、ただ各地で始まるのでそれを後ろ側にして松を描いた。ですから盆栽にあるような見事な模様着の松の姿は日本人の豊かでこれからも健やかに繁栄していくというその印として描かれたもの、入り口にあったものを後ろ側に置いた。それによって鏡松という名前がついています。こんな言葉が歌舞伎や昔の芸能の世界ではあります。常盤の緑、末に広がり栄えてゆけ。松の葉が上に広がり、そして真冬でも緑をたたえる。
人も我が家もそうあってほしい、そのような願いが込められていると言います。そんな心を持ってもう一度五葉松、黒松、赤松などの盆栽をご覧になってみると、また思いも深まるのではないでしょうか。今年も今日をはじめにいろいろなものを皆様にお伝えします。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。